アメリカ・フロリダ州、先日、大変にショッキングな事件になったんですが、アメリカの話かもしれないんですが、日本は他人事ではないので、今日それについて説明をさせてください。いつもご視聴ありがとうございます。未登録の方はチャンネル登録をよろしくお願いいたします。アメリカの南部にあるフロリダ州で、先日本当にもうショッキングな事件というのか、事故というのか、どっちもあるかもしれないんですが、不法移民が大型トラック、アメリカのコンボイのめっちゃでかい18ウィールがついている大型トラックをフロリダターンパイクを走って、なぜかわかんないんですが、突然に U ターンしようとしたんです。高速道路ですよね。実際に U ターンをしようとしたら、トレーラーの方が出ちゃって、そのトレーラーの下に普通の乗用車が入ってしまって、3人が死亡してしまいました。その運転手は不法移民のインド出身の方です。事故が起きるって気づいた時の顔表情、起きてからの顔表情、終わって降ろされて警察に追及されている時の顔表情が全く変わらない、無表情、何にも感じてないように見えることがアメリカ全米大きな話題になっているんです。この事故がもちろん大変に恐ろしい、もう考えたくない、信じられないような事故になったんですが、この事故の裏にある事実はさらに事故から事件レベルに上がるような話になります。2018年に不法移民としてアメリカに入国してきたこの人。どうやってって、もう普通に常識のある人は、どうやってって思うんだけど、ワシントン州、そしてカリフォルニア州で大型トラック免許を取得できたこと。のことですよね。信じられない話ですよね。アメリカの交通省、国レベルから見ると、っていう話になるので、この事故の後はすぐにトランプ政権が動いて、今いろいろ取り調べてます。こういう不法移民、これは初めての事故ではないんですよ。他にいろいろ問題が起きたり、いろんなところでは事件が起きていることが事実です。もうアメリカ生まれ、アメリカ育ち、アメリカ人のトラックの運転手の話もちょこちょこ TikTok などには出てくるんだけど、どこから来ているのかね、アメリカの今大型トラック運転手の人が。メキシコから入ってくる、アメリカは走っていいメキシコのトラックもあるんだけど、メキシコに戻らずに、そのままメキシコで登録されている安全基準と同じようになってない、英語ももしかしたら喋れない人がアメリカで自由に走っていいのか。当然に走ってはダメなので、英語とかは通じない、看板とかも読んでも意味がわかんない人が、トラックなんかはね、危ないものなので運転してはいけないでしょう。理想的に考えると。どうやってこの人たちがカリフォルニア州、ワシントン州、要するに過激リベラルのところで不法移民、アメリカに行ってはいけないことももちろん、トラックなんか大型トラック武器として使われやすいトラックなんかは運転していいのか、取得どうやってできたのかってこの人が。裏はまだ見えてない部分があるんですが、カリフォルニア州からこの人が大型トラック乗ってフロリダまで、途中でニューメキシコ州で、左寄りの州で止められたらしいんです。その時に英語喋れますかというテストがあるらしいんですよね。質問は12個。彼が、この人、事故を起こした人が12個のうち2つしか答えることができなかったのに、止められなくてそのままさっとフロリダまで行って、この事故を起こした。トラック大好きです。大型トラック大好き。日本のトラックドライバーの友達いっぱいいます。以前も聞いたことありますよね。日本では外国人はもうトラックの運転手とかになってる人がいると。ということを聞いたら、いや、まだそんなにいないんだけど、どうでしょうね、これからはと。日本人の方はどう思います？日本語読めない。日本語喋れない。日本の交通ルールはかなり厳しいですよ。アメリカより全然厳しい。覚えてることがあります。自分も日本昔で免許を取ろうとしたことがあったんです。
厳しくて厳しい批判されて、ハンドルの握り方、止まり方などもすんごい厳しく、もう何回も落ちたんです。あんな厳しい環境で、日本でも外国人は簡単に免許を取れるようになってるのかな。ちょこちょこ X、他のニュースを見ながら、日本国内で外国人がいろんな交通事故を起こしたり、ルールを無視して事故を起こしたり、などなどのニュースも見えてくるんですが、日本の基準、免許証を取得するための基準が下がったのでしょうか？ 2、30年前から比べると。どうなんでしょうか？それよりも、こういうことになりますよ。間違いなくこうなるんですよ。もうアメリカの今の事故、この一つの実験、この今のアメリカのトラック業界の中で起きている異変、突然のことじゃないんですよ。もう数年前からこういうことがある。カリフォルニアみたいな州、日本、国として考えてみてください。移民を入れる。この場合は不法移民で入る人。日本にはじゃあ移民として入って不法になる人がいっぱいいるんですが、その人たちがね、今度カリフォルニアは左寄りの過激リベラルの考え方ですよ、これは。彼らはアメリカにいるから面倒見なきゃいけない。もう生活できるようにサポートしなきゃいけない。免許がないと仕事できるわけじゃないので、与えてあげる。いや、でも国レベルではこれダメっていうことはあっても、カリフォルニア州みたいなところは、そのまま、はい、そういう気持ちで免許証を渡す。英語を読めなくても、もう差別になるようなことなので、カリフォルニア州、ワシントン州、過激リベラルな日本の今の政府、日本でこの数年前からガンガン移民を入れなきゃ、不法移民でも守らなきゃという頭の中で同じような考えがあるんじゃないでしょうか。日本では仕事すれば大丈夫じゃ、免許証はやればいいんじゃないかと、何の問題はないんだろうということが、実はいろいろな問題がある。いろいろな問題が起きる。自分たちだけじゃなくて、その人だけじゃなくて、今回家族3人の人たちが、このバカな、英語喋れない、アメリカに行ってはいけない、カリフォルニアからも免許をもらうこともう考えられないような人のバカな行動で3人の命が失われちゃったんですよね。日本でも同じようなことがあってもおかしくはないでしょう。もしくは日本でも同じようなことも起きているかわかりませんが、アメリカの国民として、まずアメリカファーストという意味の中では、移民のどうのこの移民のをバカにすることとか、移民の差別とかではないんですよ。合法的にアメリカに来てください。合法的にアメリカに来た人たち、英語を覚えてください。アメリカは英語の国なので、アメリカの言葉の英語を覚えてください。同じく日本に移民として行くのであれば、正規でやりたいのであれば日本語を覚えてください。日本の文化、日本の伝統、日本語に合わせてやることは当たり前じゃないでしょうか。でも日本語が難しい。なかなか覚えにくいとか英語しなきゃ。英語さえもほら、この人がインドから来て英語さえも理解できないって。なぜそういう人がトラック運転手になれるの？おかしくなっているのは今トランプ政権、トランプ大統領を直そうとしていることに、もちろん日本のマスゴミにもトランプへの批判がすごいとか、トランプはかわいそうな移民をどんどん追い出しているとかって、そういうニュースしか取り上げられてないかもしれないんですが、違います。犯罪者、アメリカでは行ってはいけない人たち、アメリカでやってはいけないことをやっている人たちをどんどん追い出していることが、アメリカ国民、特にこういう事件を見て、もともと、いや、どうかな、ちょっとね、嫌なことなんだけどね、って、こういうのを見ると、やっぱりアメリカの国民を守らなきゃっていう考えになる人がどんどん増えています。この本にもいろいろ書いてあるんですよ。ディープステート。ディープステートのことは書いてあるんだけど、ね、ディープステートの中でなぜカリフォルニア州、ワシントン州で不法移民の人に大型免許を出せるのか。ある意味ではディープステートがないと、ルールを無視してもいい、自分たちのルールしかないと思っているエリートの人たちがいるからこそ、こういうバカなことが起きる。その後のことを一切考えてないし、国民泊の話も先日させてもらったんですが、同じような考え方ですよね。結局、
自分たちさえの自分たちのファンタジー、自分たちのもう想像に合うような素晴らしいような考え方だったら何でもいいと思っている人たちが一番無責任です。今回はこの事件、この事故もそれこそのことになってしまいました。非常に残念ですが、二度もこれがないように国レベルではすぐに動いてもらいたいですよね。で、日本で同じようなことがないように、これを見て、見習って起きないように、ルールは今のうちを強化することをお勧めいたします。スティーブ的店のスティーブと言います。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。新商品ですよ。ワークシャツ。日本の国旗とアメリカの国旗。こっちにサムズアップがあることと、後ろにはかっこいいデザインもあるので、よかったら steve'spov.jp をチェックしてみてください。日本国内から発送させていただきますので、よろしくお願いいたします。そして、ベストセラーになってた初出版、物なんですが、買ってくれた方に感謝です。そしてまだ買われてない方がいれば、Amazon のコードを入れておきますので、チェックしてみてください。読みやすく、今の話とつながりもあることも書いてあるので、よかったらぜひ読んでみてください。日本大好き、アメリカも大好き、もうアメリカの国民にこういうことがあるともう泣いちゃいます。同じようなことの今の日本を見て移民をどんどん入れて不法移民よりの政府になった日本国民よりアメリカ国民より不法移民が優先になる時代。同じく日本も移民しか言わない政治家たちのことは日本人より移民の方が上になってくると自分たちの国はどうなるのか。考え方が180度は逆になってしまっているので、取り戻して、常識を取り戻して元に戻しましょう。正しい考え方をお持ちですよ。大きい声で言う必要があるだけです。よろしくお願いいたします。ではまた次回までサムズアップ的にやっていきましょう。よろしくお願いいたします。